お家にいる時間が長いこの夏、ゆったり楽ちんで過ごせるブラウジングワンピースを作りました。上半身は手持ちのお気に入りのトップスを使って型紙を取り、スカート部分は四角く切った布を縫っただけの簡単仕様です。今回の動画ではお気に入りの服から型紙を取る手順をご紹介したいと思います。まず型紙を起こしやすい洋服についてですが、前後の身ごろが1枚ずつ縫われているもの、ギャザーやタック、ダーツがないもの、冒頭のようなワンピースを作るにはトップス自体がウエストに余裕があり、かぶりで着られることが必要になりますので注意してください。袖付きのものもやろうと思えばできるのですが、最初に挑戦するならこのような身ごろと袖がつながったフレンチスリーブのデザインやノースリーブのデザインをおすすめします。私が元にした服は首元に少しだけダーツが入っているのですが、裏を見てみると 5mm 程度の少ない量のダーツなので今回は省略します。また後ろはファスナー開きになってるんですが、ここは布ループとボタンで留める後ろ開きで代用したいと思います。では早速前身ごろから紙に移していきます。紙に中心線を描きます。半分に折ったお気に入りのトップスを置きます。左右がきっちり重なるように注意してください。形を紙に移していきます。後できっちり描くのでこの時はざっくりで構いません。襟ぐりの部分も移します。服を取り外して線をはっきりとなぞっていきます。ここではカーブ定規を使っていますが、直定規やフリーハンドでも大丈夫です。裾は今回この後ブラウジングワンピースにするのでちょっと長めに描いておきました。ワンピースにアレンジせず元のトップスそのままに作る方は元の丈の長さを移してください。脇の縫い止まりの部分も移しておきましょう。後ろ身ごろも同様に中心線を引きます。同じように左右で揃えて重しで押さえます。脇の縫い止まりも忘れずに形をざっくり写していきます。洋服を取り除いて線を整えていきます。一通り線が引けました。この後は前後の身ごろがつながる部分を調整するため一度型紙を切り離します。まだ縫い代をつけていないので紙の余白は残して切るといいと思います。私が切ったラインは後ろ身ごろ中心の輪になる部分なので縫い代は必要ない部分になります。襟ぐりのラインを整えていきます。前身ごろと後ろ身ごろを肩で突き合わせます。今回は綺麗にラウンドした襟ぐりにしたいので滑らかなカーブでつなげます。続いて袖の長さやラインも確認します。袖の傾斜が始まるところで合い印を書いて長さが揃うように型紙を突き合わせていきます。ちょっと後ろ身ごろの方が長くなっています。袖の長さを揃えて袖のラインも滑らかにつなぎます。実物から写すとどうしてもこのようなズレや歪みが生じるので自分好みに微調整しましょう。脇の縫い止まりから脇の長さを前後の身ごろで揃えていき、着丈の線を新しく引きます。私は今回着丈を55センチに設定しました。ワンピースアレンジ用に脇線を垂直に描き直しておきます。アレンジしない方はそのままのラインで大丈夫です。まっすぐになりました。これで前後の身ごろの型紙は完成です。オリジナルの服を参考に縫い代をつけましょう。ちなみに前身ごろの縫い代はこのような寸法にしました。今
回は襟ぐりを見返し始末にするので、ここから見返しの型紙を作っていきます。元の服を見てみると 3.5 センチ幅の見返しになっているので、襟ぐりのラインから 3.5 センチの距離に印をつけていきます。身ごろの時と同様に滑らかにつなぎます。後ろ身ごろも同様です。3.5 センチ幅で印をつけて滑らかにつなぎます。このラインの引き方だと肩の傾斜によっては突き合わせの部分で見返しの幅が合わなくなることがあります。なので前後の見返し同士を肩の線で突き合わせ滑らかにつないでいきます。身ごろの型紙から別の紙に移して見返しだけの型紙を作ってください。後ろ空きを作るのを忘れていました。オリジナルの服からどのぐらいの空きが必要かを確認し、空き止まりの位置を設定します。空き止まりの位置から4センチくらいの幅でぐるっと囲むように線を引き、襟ぐりの見返しの線につなげていきます。後ろ見返しはこのような形状になりました。これで上半身全部の型紙が完成しました。ここからは実際に縫っていきます。今回の布は薄くて涼しいコットンボイルです。ちょっと透けるのでスカート部分には裏地をつけようと思います。こちらダブル幅 2m380 円、とってもお買い得でした。裁断します。脇の縫い止まりには目印の切り込みを入れておきます。前後の見返しの裏に接着芯を貼っていきます。紺地に黒い接着芯でちょっと見にくくてすみません。私は白と黒の接着芯を持っていて、生地の色に合わせて使い分けています。この2色があると便利です。前見返しと後ろ見返しの縁はロックミシンで処理をして肩の部分を縫っていきます。縫い代はアイロンで割っておきます。ここで後ろ空きを縫う準備をしていきます。後ろ空きをきれいに縫うコツについて、手順については一つ前の動画で詳しく説明していますので、そちらを見ていただけると嬉しいです。この布ループの作り方動画も別であるので、よかったら見てください。布ループは一度見返しだけの状態で仮縫いをしておきましょう。ここで一度身ごろの方に戻ります。前身ごろと後ろ身ごろを表同士中表に合わせて肩を縫います。縫い代は一緒にロックミシンやジグザグミシンで処理をしてください。縫い終わったら縫い代は後ろ身ごろ側に倒してアイロンをかけておきます。前後つながった身ごろと前後つながった見返しを表同士合わせてピンで留めていきます。肩の線と空き止まりの位置がそれぞれ合うように注意してください。襟ぐりと後ろ空きの線を縫っていきます。縫えました。布ループの端を切らないようにして切り込みを入れていきます。ギリギリまで切ってください。縫い代のいらない部分を切り落とします。襟ぐりに切り込みを入れて縫い代を見返し側に倒していきます。表に返します。隅っこは目打ちできれいに角が出るようにしてください。
整えます。今回は後ろ空きを補強するのも兼ねて全体にステッチを入れます。後ろ空きがない場合はステッチを入れなくてもここで固定しておくと落ち着きます。5ミリ幅でステッチを入れました。次は袖口を縫っていきます。元の服を見てみると先に袖口を縫ってその後脇を縫ってロックミシンをかけているのでその通りに縫っていきたいと思います。皆さんも縫う手順は元の洋服を参考にしてくださいね。袖口ですが型紙の時に写していた縫い止まりの位置に切り込みを入れてあります。前後の切り込みの間の部分を5ミリ1センチの三つ折りにしていきます。袖口が縫えました。最後に脇線を縫ってロックミシンやジグザグミシンで端処理をします。これでワンピースの上半身部分、お気に入りの服から型紙を起こして作るトップスは完成です。ワンピースにアレンジしない方は裾も三つ折りに縫ってください。次回はこのトップスにスカート部分をつけてワンピースにしていきたいと思います。最後まで見ていただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。